今回は品川駅から横浜駅まで駅タグを取りながらウォーキングしてみました。品川駅を出てから京浜東北線とその近くの駅ですね、横須賀線だったり、南武線だったり、線路沿いの近くの駅を通りながら横浜駅までたどってみました。途中駅間が長いところもあったんですが、そこについては駅タグのマップ機能というのを使って近くにある駅タグの駅を探しながら行ってみました。そうすると案外近くに別の路線の駅があったので、そこで駅タグを取ることができました。なので結構短距離ですね、駅間の短い距離感で駅タグを取りながら進むことができました。では本編をどうぞ。今回は品川駅をスタート地点にしますので、早速品川駅に到着しました。品川駅にはですね、JRE バンクができたばっかしなので JRE バンクの広告がありました。では早速改札を出てスタンプをもらいに行きますと思ったんですが、ちょっと時刻が早すぎてですね、緑の窓口の中にあるというのが品川駅なので、ちょっと緑の窓口が開くまで待ってからスタンプをゲットします。緑の窓口が開いたので早速品川駅のスタンプを取りに行きます。品川駅のスタンプをゲットしました。品川駅のスタンプは駅前に連なるビル群と、あとは羽田空港ですね、あと宿場町だった常夜灯が描かれているデザインになっています。品川駅近くの八津山橋の風景も、工事が終わると見れなくなってしまいますね。今のうちにいっぱい見ときましょう。約20分程度歩くと北品川駅に到着します。京急の方はあれですね、まだ駅タグをやってないので、ここでスタンプを取ることができません。早く駅タグに参加してもらえると、もっと楽しみが広がると思います。さらに20分ぐらい歩くと新馬場駅に到着します。ここも京急の駅なので残念ながら駅タグがありません。なので通過します。大井町駅に到着しました。大井町駅は臨海線も入ってきているところなので、ちょっと駅の構造が複雑です。なので駅タグのスタンプがあるところをちょっと探しながらさまよっています。ここ大井町駅は臨海線も通っているので、臨海線の大井町駅の駅タグと間違えないようにして JR の駅タグの方を取りに今探しています。見つけました。そうですね、ちょっと壁と改札の間に隠れていました。では早速駅タグを取る準備をします。結構あれですね、駅タグのアプリを立ち上げて取れるようになるまで時間かかります。大井町駅の駅タグをゲットしました。大井町駅のスタンプはスパナとヘルメットとイチョウがモチーフになっています。大井町駅近くにある車両基地がモチーフになってるんですかね。大井町駅の後は京浜東北線だと大森駅なんですけれども、ここは近くにある西大井駅に向かって歩いています。駅タグのマップ機能で近くにある駅の、駅タグが置いてある場合はマークが出ているので、ちょっとその地図を見て近くにあるなと思って西大井駅に向かっています。駅の改札街を一生懸命探してたんですけれども、なかったのでよく見ると改札内に駅タグのスタンプがあるということが分かりましたので、改札に入って駅タグを探します。改札を入るとスタンプ台が置いてあったので、そこをよく見ると駅タグがありました。今回初めて改札内に駅タグがあるところを発見しました。西大井駅の駅タグをゲットしました。西大井駅のスタンプは
近くにある蛇久保神社の蛇が大井町のいいですね、そこに巻きついてるような感じのスタンプになっています。西大井駅を出て次は京浜東北線の大森駅に向かいます。大森駅に着きました。大森駅の北口に着いたので駅タグを探していたんですけれども見当たりません。で再度駅タグのアプリをよく見てみたら、駅タグは北口ではなくて中央口だったので戻って中央口に向かいます。大森駅のスタンプ台を見つけました。あれ、なかなか反応しませんね。なのでもう一度やってみたら、なんと反応はしてないと思ったんですけども、ちゃんとスタンプをゲットできていました。大森駅のスタンプをゲットしました。大森駅のスタンプはあれですね、かつて多くの作家芸術家が暮らしていたということで、原稿用紙とペンがモチーフになっています。大森駅の次は京浜東北線の蒲田駅に向かいます。大森駅と蒲田駅の間は線路沿いに道があるので、線路沿いの道を歩いて蒲田駅に向かいます。途中歩行者専用の踏切がありました。ちょっと高台になっているので、さすがにこれは車で通ることはできないと思いますが、あちこちに踏切注意という看板が残っていました。京浜東北線が通り過ぎるのを見ながら歩いていきます。蒲田駅が見えてきました。蒲田駅は結構大きな駅ですね。蒲田駅の入り口を入って上に上がっていくと、すぐ見つけられましたね。スタンプ台の方に近寄ってみます。蒲田駅のスタンプをゲットしました。蒲田駅のスタンプはネジと鉄道と、あと飛行機ですね、こちらがモチーフになっています。サンロード蒲田という商店街を通って次の武蔵小杉駅に向かいます。途中何度か東急池上線の線路をまたぐような形で踏切を渡っていきます。次は東急多摩線ですね。こちらも渡って進んでいきます。多摩川が見えてきました。河川敷では少年たちが野球をしてますね。とても元気そうで楽しそうですね。いよいよ多摩川を越えます。ここでやっと東京は終わりで神奈川県に入ります。武蔵小杉駅の前にちょっと踏切があったので見てみたら南武線でしたね。なのでもしかすると南武線の駅の方が手前にあるのかと思って調べてみたところありました。南武線の向河原駅があるようです。なので武蔵小杉の前に向河原駅でスタンプをゲットすることにしました。向河原駅に着きました。向河原駅のスタンプをゲットしました。あれ、ちょっとスタンプがすぐ出てこないです。なんでちょっともう一度取れてるか確認してみたところ、スタンプはちょっと取れてるようなので、そのまま先に進むことにしました。向河原駅のスタンプは丸川山王にある比叡神社がモチーフになってるみたいです。向河原駅を出てすぐ歩いていると武蔵小杉駅が見えてきました。地図アプリを開く前にもうあっという間に見つかってしまいました。ただ駅を見つけたんですけれども、入り口がちょっとどこか分からず、結局地図アプリを開いて入り口の場所を探しています。武蔵小杉駅に到着しました。武蔵小杉駅内で駅タグを探していたんですけれども、壁のところにちょこんと駅タグのタグだけが貼られていました。武蔵小杉駅の駅タグをゲットしました。
武蔵小杉駅のスタンプは近くにある伏見稲荷神社がモチーフになってるみたいです。この辺り神社がモチーフになってるスタンプが多いように思いました。だいたい約ここで20キロぐらい歩いてるので、ちょっと休憩ですね。カフェで休憩しています。駅タグのいいところはあれですね、駅の近くにあるカフェとかにちょっと疲れたら寄れるってところがただ単にウォーキングするより楽しいところです。休憩を終えて次の駅に向かいます。ここら辺は横須賀線と南武線が並走している区間みたいなような感じなので、南武線の駅の駅スタンプを取りながら進んで次の新川崎駅に向かうような形です。なのでまずは南武線の平間駅でスタンプを取得します。平間駅が見えてきました。平間駅の駅スタンプはあれですね、改札口の近くの壁に貼られてたので、壁で平間駅のスタンプをゲットします。平間駅でもあれですね、スタンプはすぐ表示されなかったんですけども、ちゃんと取れていました。平間駅のスタンプはガス橋と先ほど渡った多摩川がモチーフになっている模様です。ちょっときつい階段を上ると新川崎駅に到着しました。駅タグは今回は壁にちょこんと貼られていましたので、早速駅タグをゲットします。新川崎駅の駅タグをゲットしました。ここもあれですね、すぐスタンプが出ないでホーム画面に戻っちゃってしまいました。なのでスタンプがあるかを確認しています。新川崎駅のスタンプは近くにある夢見ヶ崎動物公園の動物たちがモチーフになってるみたいです。新川崎駅を出て次は南武線の近くの鹿島田駅に向かいます。結構鹿島田駅も駅間が近いのですぐ到着しました。鹿島田駅の駅タグは、改札口の近くにあったのですぐ発見できました。駅タグのスタンプをゲットします。鹿島田駅のスタンプをゲットしました。またここでもあれですね、スタンプが表示されなかったのでちょっと待って確認しました。この駅もちょっと神社がモチーフになっています。鹿島田駅は鹿島大神がモチーフになってるみたいです。次の矢向駅に向かいます。南武線の沿線を歩きながら駅に向かって進んでいきます。矢向駅に到着しました。矢向駅の駅スタンプは改札の脇にすぐあったので簡単に見つけられました。矢向駅の駅スタンプをゲットしました。矢向駅のスタンプは、スタンプ内にも文字が書いてあるんですけども、幸緑道というところの歩道を、モチーフにしたスタンプになっています。ちょっと暑かったので熱中症対策として、飲み物を買って先に歩いていきます。知手駅に到着しました。知手駅の駅スタンプは、改札横の駅員さんがいるところの壁に貼られていました。ちょっと接触が悪かったみたいなので2回ほど繰り返して取得しました。知手駅のスタンプは川崎市にある地方卸売市場、南部市場っていうのがあるらしいんですけど、それがモチーフになってるみたいです。次は川崎駅に向かって歩いていきます。川崎駅に到着しました。川崎駅の駅スタンプは壁にちょこっと貼られていました。ちょこっと貼られているだけなのでなかなかちょっと見つけられないところなので苦労しました。川崎駅のスタンプをゲットしました。川崎駅のスタンプは近くにあるミューザ川崎という施設と川崎大使をモチーフにしたスタンプになっています。川崎駅を出て今度は京浜東北線の鶴見駅を目指して歩いていきます。川崎駅を出てすぐ八丁縄手駅があるんですけれども、ここには駅タグがないので通過します。鶴見川が見えてきました。そろそろ鶴見駅の近くになったような感じになります。結構鶴見川からの眺めも結構いいですよね。ぜひちょっと眺めてみてもらえればと思います。
鶴見駅が見えてきました。鶴見駅ではあれですね、緑の窓口の近くに駅タグが壁に貼られていました。鶴見駅のスタンプをゲットしました。鶴見駅のスタンプは近くにある総持寺の仏殿があれですね、モチーフになってるみたいです。鶴見駅を過ぎて国道沿いを歩いていると JR 鶴見線の国道駅が見えてきました。国道駅には駅タグのスタンプがないので通過します。新子安駅に向けて歩いていると小さな路地のところを歩いていくことになります。なかなかちょっとつかないのでしばらく路地に従って歩いていったらいきなり新子安駅が見えてきました。新子安駅の駅タグは券売機の横にちょこんと貼られています。新子安駅の駅タグをゲットします。新子安駅は浅野総一郎さんの像がモチーフになっています。工業地帯を作った有名な方らしいです。新子安駅の次は東神奈川駅です。東神奈川駅に到着しました。東神奈川駅のスタンプは壁に貼られていました。東神奈川駅の駅タグをゲットしました。東神奈川駅の駅タグは浦島太郎がなんかモチーフになってるみたいです。東神奈川駅を過ぎて今回の最後の場所になる横浜駅に向かいます。ちょっと小雨が降ってきました。雨が降っていても、危険なく続けられるのが駅タグのいいところですね。横浜駅が見えてきました。横浜駅に着いたんですけれども場所が分からずちょっと地図を見ています。で駅タグのところの表示を見てみると中央改札北口ってあったので看板を見て中央改札北口の方に移動しました。でもなかなか見つかりません。有人改札のところ中見てみたら駅タグがありました。それでは駅タグにスマートフォンをセットして駅タグをゲットします。横浜駅の駅タグをゲットしました。横浜駅のスタンプは横浜のベイブリッジとあとは C バスがモチーフになっています。今回は横浜駅が終了の地点とするのでここでおしまいです。それでは今回歩いたルートを振り返ってみましょう。
いかがでしたか？興味がありましたらチャンネル登録、いいねを押してもらいますと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。